はい、地球の保険南條です。今日もとくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。先週ですね、勝手に和光さんの紙作り宣伝部長を名乗り上げているわけですけども、今回はですね、この商品がいかに簡単でジオラマがリアルになるかというのを今回は紹介したいと思います。宣伝部長公式にしてくれないから。それではですね、今回、ジオラマを簡単に作っていきたいと思うんですけども、用意するのがこちら紙作りのジャングル A ですね。あと土表現にタミヤから出ているテクスチャーペイント、ライトサンド、ダークアース、この2つを使っていきたいと思います。ジオラマの土台の100均の台と、あとこれスタイロフォームの端材ですね。これ別に発泡スチロールとかでも、まあいいかなと思います。ボンドがあればボンドでいいんですけれども、今回ちょっと面白いのでデラックスマテリアルズ社さんまたやってしまったデラックスマテリアルズ社さんのロケットカードグルーっていう商品があるんです。これもご紹介したいと思います。もちろん既読性ですからね。ペーパークラフトのために生まれましたって書いてあるぐらい、これめっちゃ早いのよ。紙と紙でくっつけるの。相手が紙であれば紙と金属、紙とプラスチックでもあっという間につくっていう面白い商品です。これなければボンド、はい、こんな感じでやっていきたいと思います。それでは早速ジャングルを作っていきたいんですけども、その前に袋を開けるとですね、こういったレーザーで加工してある紙が1枚入ってるんですよね。だいたいこの手のってこうカットしてあるからあと分かるでしょっていう感じの商品って結構多くないです？なんか説明書が特についてないとか、多いんですけども、この紙作りさん説明書こんな感じであるんですけど、一つ一つ全部作り方丁寧に教えてくれてるんですよ。ツタを這わすためには自然なカーブをつけた方がいいですよとか、ここにもワンポイント、ちょっと見えにくいんですけど、ワンポイントがこう全部事細かに書いてあるんですよ。本当に細かく、なんかもう実体験を踏まえてなんかなってる説明書が多くて、前回も紹介したんですけども、この雑記とかとこう木がありますよね、この木の作り方がそもそもわからないよっていうことも多いと思うんですよ。ワイヤーを15本束にしてくださいとも本数まで指定してあるっていうねでこれをねじってカットしていくとこんな感じになって、着色するとこうなりますみたいなところがもう本当に丁寧に書いてます。雑草一つも好きに植えたらいいんじゃないかなと思うんですけど、もう本当に丁寧に最初に丸めて端っこに接着剤塗るとつまんでだんだんこう巻いていけばうまくできますよって本当に丁寧なんですよ。このあたりもすごく安心して買っていただける一つなんじゃないかなと思います。はい、それでは今回ジャングル A を作っていきたいと思うんですけども、忘れてましたね。なんで塗料ないんだって思われた方はおられるかもしれませんが、クレオスさんの水性ホビーカラーのダークグリーンとデイトナグリーンとイエローグリーン、ちょっとこう明るさが3種類違う緑を用意してます。あと筆がそれにあって、こうドライブラシみたいなのあっても面白いかもしれないです。本当に叩きながら塗装していこうと思うので、ちなみにエアブラシの塗装全然 OK です。あとカットするためのデザインナイフがあると便利です。それでは早速始めていきたいんですけども、この商品ですね、レーザーでカットされていた紙と、あとこの黒い厚紙が入ってるんですよ。これが下の台座にちょうどいいので、これを敷いてですね塗装していきたいと思います。でこの塗装の仕方も説明書に本当に詳しく書いてあって、葉の周囲を明るめにするといいですよとか、そういうの書いてるんですけど、今回ちょっとそういったもの全部無視してね、パッと思うように塗装したいと思います観察力ってものが僕にはないので多分だからこう根元あたりが暗くていいんじゃないかなみたいな。今こう筆塗りしてますけど、全然エアブラシ使っていただけますので、ただやっぱ紙でできてるのであんまりしつこく塗装しすぎるとたわんだりとか、そういったことはあるそうなので、かけすぎ注意なんですけれど、多分ね少し暗めにね始めて少しずつ明るくしていけばね、そこはかとなくいい感じになると思っているのよ。この葉っぱめちゃくちゃいいアクセントになりそう。ところどころ茶色とか用意しても面白いかもね。はい、こんな感じで暗い色から始めてみました。ではちょっと明るめの色を入れていきたいと思います。ちょっといろんな色混ぜながらね。なんか地球のチャンネルで物を作るのってめっちゃ久しぶりだね。そうですね、それは、めちゃくちゃ久しぶり。なんかレジンキット作った以来の気がしてちょっとゾッとしたんだけど今。あれも昔の話ねほんとね。紙がどれぐらい丈夫かって気になる方おられると思うんですけど、なんか僕ねこの紙のなんか材質触ったことがないんですよ。なんか本当になんか謎の紙なんですけど、水で塗ってるからって水分含みすぎてなんかこうヨレヨレになったりするじゃないですか。そうかけすぎるとなるとは書いてあるんですけど、そんな今のところ感じはしてないですね。全然結構がっちりしてるっていう、やりながら表情をつけていきましょう
レーザーでその葉脈が簡単に書き込まれてるんですよこれ実は。だからそれに合わせてこう今意識的に放射線を描くように塗ったりとかしてますけれど、ホビーショーの動画では事情でブースにいなかったんですけども、本当に社長さんが面白い方なので、でもこんな塗り方でいいですかって、もう好きになったらいいんですよって言いそうな感じの社長で。で事前にちょっと紹介しようと思うんですって言ったらJAL に訴えられないんで気をつけてくださいねって言われて、一瞬何のことかと思った大げさに宣伝になりませんかという意味でと思って、やっぱジョーク聞いてるなと思って、自分の商品なんか紹介したら地球さんの信頼が落ちませんとか言って、もうなんかそんなことは絶対ないと思って、でなんかそういうのをなんか軽く言える社長って素敵だなと思うんだけどねいいよね。で7年前に本当に1回しか会ったことないけども、覚えててくれて、ああそうですね。そうそう松江城でめっちゃ盛り上がったねとか言って話してて、そうそうそう。はい、こんな感じで両面終わりました。小汚い感じにできましたけども、いいんじゃないですかね。でこれでお好みでトップコート吹いてもらったりとか、お好みでやってもらっていいので、なんかデタラメに塗っててもなんか切り離すと葉っぱっぽいでしょ。それそこはかとなく葉っぱっぽい、はい、こんな感じでカットが終わりました。容量を掴んだ頃に終わるっていうねあるあるねやっぱり一個一個出来が良くないですか。こう改めてこう切り離して見てみるとね、なんで本当に大雑把に塗装させてもらったんですけど、なんかそれっぽく見えちゃうっていうね。これは楽しいぞ。ほら早いほら早いって。この切れ込みが最初に入ってるのってやっぱすごいね。なんだろう、なんか本当に植物になるもんね。考えられて切れ込みが入ってるんだろうなって思うと結構すごいね。すごいですね。計算され尽くされて計算ね、なんかそんな感じがするね。いやなんかすごい自分が得意げになってしまうなこれ続きましてヤシなんですけれども、こちら木の作り方説明書にもちろん載っているんですけど、今回は草が生えてるような感じでやりたいと思うので、木は作らずにね、これをそのまま土に生やしたいと思います。ここねポスカとこう巻きつけてくるってこういう感じで表情をつけていきます。くるくるくる。はい、じゃあこんな感じであっという間にできました。ジャングル A の商品にはですね、柔らかいワイヤーが入ってます。最初からこれに着色をしていく感じになります。もう緑普通に水性で塗装ができます。でこれが着色したものです。じゃあ早速つけていきたいと思います。で今回はこの接着するのにですね、ロケットカードグルーっていうデラックスマテリアルズ社さんの商品を使っていきます。これが相手が紙だと一瞬でくっつくっていうね、かなりシャバシャバした液体なので、ちょっと一旦この辺りに出しておいて、よいしょ。でこの茎をその3ミリぐらいですかね、ほんのちょっとでいいんでこう曲げておいて、ツンツンとこの辺りにゆっとひっつけます。ほら早くない？すごいでしょこの商品。めっちゃ早いんですよ。でほらこんな感じで植えていくっていうね、こんな感じで。じゃあこれをどんどんやっていきます。もうここにジオラマが生まれているそれではいよいよジオラマを作っていきたいと思います。今回は本当に簡単にいこうかなと思っています。慣れたもんですよ。こんな感じでいいんじゃないですかね。で盛り付けていきます。もう本当とくんごめん、また今度ブルーが出てきたもう下準備とはっていう僕の模型スタイルはこれですからねあらかた準備して、間に合ったことがないっていうゲストが来た時でさえそうだもんね、プラガワさんと一緒にパーツ探したりとかいやキノさんの時もそうですよ。キノさんもそうだね、だいたい離席するっていう
まあ、本来ならここに軽く粘土をね練り込ませて粒々を消したりとかするんですけれども、まあ、何度も言いますが今回は紙作りのね素晴らしい商品を紹介したいという動画ですから、ここは巻きでいきたいと思います、なのでタミヤさんのダークアースも筆ではなくて指で巻きでいきたいと思いますまあ巻きでいきたいと思うというか普段から僕こんな感じだからな、指でこう案外こっちの方が表情が出たりするんですよ。だってね簡単でしょ。なんかタミヤさんの商品はね結構いいのが多いんですよ。この砂のね粒がちゃんと入ってるんですよ、テクスチャーが。はいはい。これがなんかねすごく気持ちがいいんですよ。何を塗ってる感じですかって言われたらもうきな粉を塗ってる感じですっていうのが分かりやすいかなと。はい。まあこんな感じでいいでしょう。はい、それではですねいろいろ乾いたので植えていきたいと思います。なんか生け花のセンスを問われそうだね感はありますが、やっぱりこういうなんかちっちゃいものから先に植えていくと後のレイアウトが楽ですから。ただのこれ草なんですけどね、多分それで普段はジオラマのいろんな素材を駆使して植物を表現するときにほんのちょっとこの高さ出しみたいな感じのアクセントでこういう紙作りさんを使うのがいいかなっていう話なんですけど、まあ、今回はもうそういうのを一切無視して全部使っていきます。ここのレイアウトに全部載っちゃうんですけど、なんだ全然じゃあ大きい面積作るとき結構買わないといけないなって思われる方おられるかもしれませんが、さっきも言ったように全部紙作りで埋めてしまうとそれはそれでなんか違和感はあると思うので、本当にバランスを見ながらいろんな素材を組み合わせてやるのがまあいいかなと思います。はい、こんな感じで、いいね。めちゃくちゃいいですよ。雰囲気が出ましたね。まあ本来は盛り込みすぎなんですけど、なんかそれっぽいじゃないですか。あとは艶ありとか艶消しとかやっぱ全体拭いて艶を整えたりとかやっぱそういうのはしてもいいんじゃないかなと。まあ、本当にささっと本当にやったらこんな感じになりますよっていうので色も気にせず塗ってましたけど、まあでもやっぱそれっぽくなりますよね。いやむしろなんかもうこのフィギュアが邪魔だなって気がしてきたなもう存分紙作りさんのね製品を見ていただきたいと。いいですね。はいというわけでいいですね。これが前に作ったやつなんですけども、やっぱこう濃い緑は濃い緑でいいですよね。久しぶりに作りましたけど、まあ、だいたい3時間ぐらいでここまでいきますので、なんか本当お手軽にちょっとワンポイントにね、使ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで終わりますか。久しぶりに模型作ったんでね楽しかったです。はい、面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。紙作り宣伝部長です。ダメかな